はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、蔵前にありますアクセルカンパニーのショールームに来ております。こちらアクセルカンパニー代表の高瀬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このショールーム、ですけれども、できたの去年ですか？去年の7月ですね。去年の7月、ちょうど1年ぐらいですね。で、何がここで見れるかというと、主にインセプションのバッグだったり、財布だったりっていうアイテムが全アイテム見えます。インセプションというのはもうレザーの、界隈ではもうすごいですよね、人気が今ね。ありがとうございます。主にインセプションは、今日ここにカバンを用意していただいてますけど、馬革の商品が多いと思うんですけど、ほぼ馬革。そうですね。バッグ関係は馬革です。馬革の、これは日本の馬革使ってることが多いですか？原皮はヨーロッパ原皮で、新規比較さんの革を使わせていただいて、でその原皮を、東京都内で一応染色している革を使ってます。原皮があってまた染色は別でやってっていう流れで作ってってるわけですね。今インセプションもこの数年でずいぶんこう品数が増えましたね。感じですよね。勢いガーンと上がってる感じはすごい知ってるんですけど、今回だからホースハイドのバッグと言っても、ここには今1、2、3型用意していただいてるんですけども、これ以外にも小さいポーチだったりとか、ウエストバッグだったりとか、いろいろなサイズバリエーション用意されてるということなんですけど、一押しというか、一番のヒット商品っていうとは、今こちらある、バナナバッグですね。バナナバッグ、わざとらしく聞いちゃいましたけども、私も愛用者の一人なんです。実は、最近息子に取られちゃってますけど、このバナナバッグ、最初の頃はオールレザーじゃなかったですよね。そうですね。キャンバスでも最初キャンバスとレザーのコンビみたいな感じでしたっけ？でやってたのが、もう最近はオールレザーで、オール馬革ですね。やっぱり評判いいですか？そうですね。オールレザーのこれイメージとしてなんかどういうイメージで作られたバッグってあるんですか？デイリーに使ってもらいたくて、財布だったり携帯入れて、一応最後ペットボトルまで入るぐらいのサイズ感で、毎日使いのに使いやすいサイズ感で。ちょっと見ていいですか？今これ短く、一番ベルトが短くなってるのかな？そうですね。ちょっと少し長く調整はできますけども、でもね、なんかこうやって背中に背負ってもいいし、横に少し下げてもいいしっていう便利ですよね。でこれがね、ファスナーダブルなんですよね。そうですね。これがむちゃくちゃ使いやすいというか、ちょっと中開けちゃってみましょうか。中にもポケットがあり、収容量は確かにこれだけ間違いありますからね。そうです。で、中にはポケット2個でボタンポケットと、ファスナーのポケットがついてます。本当だ、これね、ボタンとファスナーがあって、中にインセプションとしっかり書いてますね。高瀬さんは、というか、インセプションはやっぱりこの革へのこだわりが強いというふうにイメージしてるんですけれども、革、あとはこういう付属類もそうですね。すごくこだわったものを使ってますよね。これなんか真鍮ですか？これは真鍮ですね。一応うち使ってる金具は全部真鍮で、でファスナーは今タロン使わせていただいてて、でここホースハイドなんですけど、ここのジョイント部分はホースバットっていう、やっぱこれも馬のお尻の皮を使ってます。そうしないとなんか全部馬革って言えない、馬革のバッグって言えないと思って、こういうところも全部馬革にしてます。それ他のバッグに関してもそういうところはこだわってやられてると。いや確かにこれね、デイリー、最近僕お散歩バッグってよく言ってるんですけど、お散歩バッグにすごくちょうどいいですよね。なんか本当ひょっとちょっとしたもの買って、今もうコンビニでも袋買わなきゃいけない時代じゃないですか。ペットボトルとおにぎりとかって買った時なんかもちょうどいいサイズですよね。そうですよね。なんで、こちら一押し、今2色の展開ですか？黒チョコと、あとこれなんで、これの
ちょっとこの革の裏返ししたやつですね。ラフアウトで。ラフアウトなんですね。はい、いやこれもこれでちょっとなんか女性が持っても良さそうなデザインになりますね。一応これ下地が見えてるという状態なんですよね、この革。はい、インセプションのお客さんってどういう方多いですか？でも言っても男性の方が多いです。多いですか？はい、オートバイ乗る人とかね、こういうのすごい重宝しそうだから、はい、そういう方も多いんですかね。お店はもう結構いろんなところに入ってて僕よく見るんですよ。はい、他のお店でインセプションのこう面積がどんどん広がっていってるのがすごい。最初は財布だけだったんで、そうですね、それが最近バッグになってとかバッグがいくつも増えてってなんか元気の良さはすごい一人で感じてたんですけどこのラフアウトモデルが、これは今試食なんです。はいはいはい。ホースハイドだと、3色展開です。はい、他の革でも使ったりもする。そうですね。はい、非常にサイズ感がいいし、実は僕は短いのが好きで、ここまで短くできるっていう設定もものすごくありがたいですよね。疲れないです、短い方が。重いものを入れたりとか、例えば水入れてとかってなるとだんだん重くなってくるじゃないですか。はい、短い方が楽なんですよね。だから短めで使っちゃう人なんですけど、はい、ちょっとこの革どんな風な形で作られていくのかっていうのもちょっと聞いてみたいなと思うんで、はい、ちょっと革の話、はい、お願いします。はい、お願いします。ここに今3種類の革を用意していただきましたが、これはどういう違いなんですか？まず馬革なんですけども、はい、これが一番最初の生地と言われてる、はい、なめしてる、新規企画さんでなめしていただいた革の一番最初の状態で、そうか何にもまだ無染色の状態で、そう、染色も何もしてない状態のもので、はいはい、でこちらが真ん中、まず油を入れて菓子をして、はい、そこから、うちは下地をモカに染めてるので、下地を茶色くしてます。これは下地の色なんですか？これは製品にはしてない色なんですね。してないですね。まだ下地の状態で、はいはい、でその次こちらが、染料顔料ごめんなさいかけてる。この上からこの上に黒とか茶色の色を、こっちは茶色ですね。はい、ここは茶色の。じゃあこの工程、ここまでの仕上げの工程とこの工程は別の会社でやってる、また別です。別の工場でやる感じですか？ここが一緒ですね。ここまでは一緒。またここは別の会社でやってる。そういうのってよくあることなんですか？そうですね。でも新規さんで全部やってもらうことも可能なんですけど、はいはい、一応うちはここまでお願いして、でこっちは一応東京の特別区の染める専門の場所があるんですけど、そこでうちのレシピで、はい、染めてもらうんですけど、はい、その染める前も、バイブレーションって言って、皮に振動を与えて、ちょっと繊維をほぐして、でそれから、色を入れつけて、で最後にアイロンをかけるんですけど、はい、アイロンも一応うちは30度の温度でアイロンかけると、そんな高温ではないんですね。そうですね。すごい高温でやることもできるんですけど、そうするともっとこうピカッと光っちゃうんですね。であんまりピカピカにしたくなかったので、何回かいろんな温度で試して、一応うちは30度ぐらいで最後パンとこうプレスするというかアイロンかける。そうするとこの綺麗な状態になるんです。こう着た皮がこの状態になるということですね。はい。確かにでもとは言っても光沢感はすごくあって、そうですね。綺麗な仕上がりだなとは思うんですけども、これまた使っていくと表情とかはだいぶ皮ならではの表情が変わっていくわけですよね。そうですね。あとこういう据えてくるところがこの下地が見えてくるので、俗に茶芯ってやつなんですけど、下地の茶色が少しずつ見えてくる。擦れてくるとちょっと色が落ちてきますんで、で茶芯が見えてくるって感じですね。なんか使い込んだやつってありますか？これが僕が今もう4年になりますね。使ってるバックパックなんですけど、エッジの部分がこの辺が分かりやすいですね。そうですね。これがこのまさに真ん中の色なんですね。がこう出てくると、
後ろ側とかもなんかかなりパリッとしている状態印象なんですよ。はいはい。これって新品だと新品だと茶色があるんですね。茶色しかないんですけど、この茶色の新品ってかなりパリッとしてますよね。ランドセルに近いというかね、パリッとした状態がだいぶこう使っていくうちにくたっとやれてきて、そうですね。はあ、雰囲気出るんすね。なんかこれ見せられちゃうとやべ買おうっていうよりそういう気持ちが高まるような気がするんですけど、もう本当にオールレザーだから至る所がこれベルトまで全部レザーなんですよね。全部馬側ですので、こういうハンドルもなんで全ての部分がこう雰囲気が出てきた。ハンドルなんかのやり方もこれすごいですね。こういつも持ってるんですか？持ってるんで、少し丸めて手痛くならないように。ものすごい柔らかくなってて、これに比べると最初はちょっと硬いと思いますけど、もうこれは日頃使っていけば、数ヶ月でそうですね、だいぶ柔らかくなってきます。僕メンテナンスも何もしてないので、雨に濡れてもそのまんま。油とかも入れてないんですか？特に今は入れてないです。じゃあ、最初の段階で結構油がこの段階で入ってる。もうこの段階でかなり可視されて油入ってますので、気になる方はもちろん入れていただいても構わないんですけど、僕はもう本当にラフに使ってます。作った方がそうやってね言ってるんだからもう間違いないですね、これは。そうですか。なんかねこの違いを差を見ちゃうとこれなんかも使っていくうちにねすごい雰囲気出てくるんだろうなという想像はすごくしやすいですね。オイルが入ってるんで、少しちょっと粘っこいっていうんですかね、皮が。で少し使っていくとだんだん柔らかくなってくるんですけど、それがこうなんだろう、質感が良くなってくるというか。今革の話だけしちゃいましたけど、このファスナーなんかもこれ同じものですか？そうです、同じですね。じゃあファスナーなんかもこれ随分とこう雰囲気がね出てきますね。かっこいいですね。この引き手の部分なんかの色なんか分かりやすいんですけど、スライダーと引き手の部分ピッカピカなのがまだピカピカなんでね、これはかっこいいですね。いやなんかいつの時代のものか分からないぐらいな雰囲気になっていて、これはいいですね。なんかこの辺にうっすら出てきて、まだまだこれ進んでいく感じですか？進んでくると思います。これはねトライしたいな、試してみたい。そうこの今はバナナバッグを最初に紹介させていただいて、でもこれリュックなんて言ったらいいですか？バックパックです。バックパックと、高橋さんが普段使っているものを今見させていただいているんですけれども、これは確かにいいな、ちょっと欲しいな。かなり入りますよね。かなり入ります。これ。あとは同じこの革のシリーズでいくと、今だとどんなものがあるんですか？こちらがメールバッグの M サイズです。M サイズ。M 以外のサイズもあるんですか？S ともう一回り小さいのとですね。これもショルダータイプでちょっといいですか？こんな感じで。長さもこれ調節できますね。調節できます。ここがストラップと見せかけてボタンでストラップボタンでね。これも収容量は結構ありますね。一応 A4 の雑誌まで入るサイズにありがとうございますなってます。本当だ。もしかして我々のサイズに合わせていただいた感じですか？ありがたい。ぴったりすっぽり入る。厚さで言うなら5冊ぐらい入りそうだね。これマッチがこんだけありますんで、これはまたなんかすごくコーディネート選ばないというか、そうですね。通勤って言っちゃっていいのかな。俺なんかは通勤で使えちゃうんですけど、ちょっとしたねおめかししても全然これ良さそうな形ですよね。こういう収穫方をする人のカメラとかも入っちゃうかな、このサイズだと。そうですね。それはいいですね。僕なんか多分これ下着と靴下と入れて1泊ぐらいだったらこれで旅に行けちゃいそうなそんなサイズですけど、外にもポケットあるんですね。
これが便利なんですよね。すぐ取り出せる。そうですね。僕なんかだとタバコとか携帯とかを入れとくにはこういうの最高なんですよね。一応ボタンもつけやすいようにここにバンドにしてあってこう押さえられると。そうです。そうすればカバンごとこう押さなくて済むんで、ここで止められる。確かにアイデアいっぱいだ。これも、全くこの同じ革の、そうですね、これの茶色のこの色ですよね。そうですね、こっちの革ですね、茶色を使ってるのと、黒を使ってるのと、このチョコレート美味しそうな色ですね。僕茶色の革って好きなんですけど、基準は美味しそうかどうかなんですよ。これすごいチョコレートみたいで、チョコブラウンって呼んでるんですか。もうまんま綺麗な色ですね。この茶色も、高瀬さんのオリジナルの色というかレシピでやっていただいてますね。黒の方がきっと人気あるんだろうね。世の中的には黒の方がやっぱり無難なんですけども、どっちも、この下地の色が出てきて、使い込むと、経年変化によって写真が出てくる。でこれとかは今まだ使ってないんでこうパリッとしてますけど、自分の体に沿って少しバッグがこう曲がってきますので、こう自分の体に馴染むように柔らかくなってきますね。ここも今はちょっとまだ使ってないんでパリッとしてますけど、あとここがショルダーバッグってすごい重要じゃないですか。そうですね。このパッドが、これも最初から R が入ってるんですか。そうです。で一応1センチの芯も入れてますので。そうなんだ。いや肩のストレスが軽減されますよね。これでね。いやこれはね、いいすごくいい。これはちょっといいな。いやということで、すみません、今日は革まで用意していただいて、このインセプションのホースハイドシリーズ、ちょっともう一回戻しちゃっていいですか、全部。いろいろあるよということで、ウェブサイトかなんかに取り扱いのホームページに全部載ってますので、アクセルカンパニーのホームページと。ホームページで、もしくはこちら、アクセルカンパニーのショールーム。これ一般の方も来れるんですよね。ショールームと言ってましても、お店になってて、空いてるのは土曜日と日曜日と祝日ですね。土日祝日は一般の方にもお店として機能してますんで、他にもね、インセプションの商品いろいろとここには全部揃ってますんで、ということですんで、こういうのって注文とかもできるんですよね。そうですね。在庫ない時もあるので、注文いただければ上がったらご連絡させていただきます。できて1年のお店ですけれども、とても綺麗で、周りもね、なんか美味しいお店とかいっぱいありそうで。そうですね。カフェとか蔵前は多いんで。多いですもんね。楽しいところなんでね、ぜひともアクセルカンパニーのこちらのショールームお越しください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。